10点集の超越110の素材は何？ヒーロカネ、銀ペン、清少のかけら、持続性の宝珠、持続性の寺院、そして得意武器士の朽ちた武器、さらに持続性の六流素材、指定の降臨、ダマスカス大将だね。超越120の素材は何？持続性のマブナ2のマブナアニマ、フスケイ、バハムートの自然核、究極の証 JP2 万、そして転生のかけら50個。超越130の素材は何？激励の証だね。超越140の素材は何？北キリン化王竜のマブナアニマ、指定のブライト、得意武器士の武器エレメント、持続性の属性エレメント、持続性の遊獣、神竜の近隣だね。超越150の素材は何？終末の暗唱、漆黒の玉歯、高知の若く、激励の証だね。というわけで、こんにちは、小太郎です。当イのゲーム部屋は当イさんがプレイ済みのゲームを僕と一緒にネタバレマシマシで遊んでいくチャンネルです。今回の動画はグランブルーファンタジーです。ここからは超越150から順番に遡って必要素材の累計数と条件、そして最終上限解放の素材も見ていくよ。それでは本編スタート。チャンネル登録1600人ありがとう。ということで150の素材だけど、左の一覧は必要素材の累計で、右の素材が今のレベルの素材だね。ここのストッパーは青髪だね。ここまで来た人はルシファブベリの素材くらい余裕だからね。続いて超越140。まず王竜か黒キリンのマブナアニマはキャラごとに指定だね。そしてアーカルム素材のブライトは属性ごとに指定だね。さらにエレメントが大量に必要だよね。ここは日頃の貯金が必要になるね。そして超越140解放には全ての10編集が最終上限解放済みである必要があるね。その意味でも貯金が必要なラインだね。続いて130の素材は霹靂の証だけだね。一応解放条件があって、シングルの6流クリアとマルチの6流を自発クリアが必要だけど、ここまで来てる人はすでに達成済みだろうね。今の環境で言えばね、次の120は素材が重いところかもね。一番厳しいのが転生のかけら50個だね。転生のかけらは専用の動画で必要素材をまとめてあるから、そっちで確認してほしいんだけど、もしヒーロカネと宝生石を使ってもいいなら、転生機1本だけを最後まで強化すればかけら50個になるから、朽ちた武器と転生機が足りない場合はそのルートも取れるよ。ここは朽ちた武器の在庫が足りない場合が多いかもね。転生機も計画的に貯めておかないといけないね。そして120の条件は全ての10編集を仲間にしてることだね。それにはヒーロカネの在庫が必要だから、日頃からヒホリマルチを自発しておくのが大事だね。そして110の素材は一番厳しいかもしれないよね。特に意識する必要があるのは銀ペンと朽ちた武器、清少のかけらだね。特に朽ちた武器の要求量は段違いになるからね。そしてここで作るよりしろは持続性で30個だから、転生のかけらの時と違って属性を間違えないようにしてね。当イさんは間違えたせいで光子船長でソースさん使えなかったもんね。リカバリーできない失敗で本当に残念だった。そして110の解放条件はランク150が前提で、覚醒レベル7と4マビ取得が必要になるね。これは最終上限解放が終わってる人なら問題なくクリアできそうだね。そしてこれが最終上限解放に必要な素材だね。改めて見ても気が狂いそうになるよね。しかも銀のよりしろとか転生のかけらとか、それを作るのに必要な素材で複雑なものが絡んだりね。とにかく分かりにくいし、ゲームウィズさんすら見にくいから、転生のかけら以外を素材に戻して一覧にしてみたよ。これでも十分分かりにくいけどね。転生のかけら150個は取得時に作った転生機をエレメント化した50個も含むから、追加で使う100個分を素材に分解して一覧に入れると、もう何が何だかわからないね。並び替えるのもしんどいから色だけ変えるけど、これがジーンで持続性が一番重いけど、光のホーリージーンを必ず消費するから、ミニのジーンを使える時に光は使わないようにしたいね。この任意のジーンは転生のかけらで消費してるから、ヒーロカネを追加消費することで軽くすることができるね。宝珠も同じ量必要になるから、光に関してはどちらもキャンペーンクエストでコツコツ貯めておくとか、計画性が必要になるね。そして朽ちた武器は無凸換算で224本要求されるんだね。これが一番時間かかる気がする。転生機は古戦場で頑張ればなんとかなるからいいんだけど、朽ちた武器は今更ヘイロー周回しないと急に集められないから、毎日ヘイロープロで貯金しておくのが現実的だろうね。そして貴重な素材は、青髪は古戦場の勲章交換で地道に回収が必要だね。ヒーロカネは引き振りするとして、ダマスカス外相はダマスカス港へ交換しないように意識しておきたいね。続いて新しく実装された極性の鉱石の素材も見ていこまずレベル1は軽いからなんとかなるよね。う。解放には超越110が必要だね。続いてレベル2はマブナ3のマブナアニマが若干多いかもね。特に仮眠飼育をしてる人は周回サボってるかもしれないね。レベル3は銀ペンが出てくるけど、10点修正機の交換で多少はもらえたと思うから、それも活用したいよね。続
続いてレベル4は転生のかけら20個が要求されてるね。転生機と朽ちた武器も10点修戦機の交換で多少はもらえるから、それ使ってやりくりするしかないね。ダマスカス外傷10個も地味にしんどいポイントかもね。そして最後にレベル5でペアダマントだね。10点修戦機でもらえるほぼ専用素材だね。転生機の強化とか黄金のよりしろを作る時のヒーロ金に変えて使えるけど、レベル5の素材にヒーロ金は使えないからそれだけ注意だね。極性の功績の内容によっては後回しにしても良さそうだから、基本的に超越は難しくない人がこっちも解放するってイメージだね。特にシスとかエッセルは純粋に火力上がるからね。ここまでにかなりの素材を一気に見たけど、一部の素材は集めにくいのに要求量がすごいよね。そこで10点集1人に必要な素材の中で特に重い素材の総数を一覧にしていくよ。まずは転生機から確認しようか。転生のかけらで換算すると170個必要で、加入時の転生機のみ最後まで強化した場合に必要になる転生機の本数は無凸換算で100本、3凸で25本だね。これは古戦場に毎回参加して10万位ボーダーを目指してる人なら余裕がある数字だね。でも全員加入、全員最終って感じで全員をまんべんなく育成する必要があるから、一気に1つの武器種を100個回収するのは逆に効率が悪いんだよね。計画的にまんべんなくだね。次はいろんなところで使う朽ちた武器。転生のかけらとかよりしろで一気に持ってかれるよね。これも加入時の転生機のみ最後まで強化した場合の必要本数は無凸換算で256本、3凸で64本、とてもキリのいい数字だね。こんな必要なのに毎月交換できるのは8本だけなのすごいね。転生機と比べて多いのは超越110でよりしろ30本を要求される影響だね。とても狂ってるね。続いてヒーロ金、壁霊の証、ダマスカス外傷の必要数はヒーロ金は最低3個、壁霊の証は確定2個、ダマスカス外傷は30個も必要だよ。特にヒーロ金は利用用途が多くて配布分だけだと到底間に合わないから注意だね。ダマスカス外傷もうっかり武器に使っちゃうと足りなくなるね。そして昔から言われてる聖唱のかけらは11750個。全員やると10倍になるんだから、これもクレイジーだね。そして地味に宝生石の要求量も多くて最低でも4100個は消費することになるね。フェスの前後は特に躊躇するよね。他にもジーンとか宝珠、エレメント系は大量に要求されるけど、要求量の割にストッパーになるのが銀点で、これは300個必要なうち200個は超越110で一気に要求されるから、日々の積み重ねが特に大事な素材かもね。そしてこれから10点集に手をつける人はオーリーと黒麒麟のマグナアニマが重くて、マグナアニマで30個だからアニマ換算だと300個も必要なんだよね。これも毎月の交換と師匠降臨の開催時に連戦部屋があれば参加したり、計画的に貯めておく必要があるね。他の素材も軽いわけではないけど、早く強くなって3日でいけるマルチを増やして地道に貯めておくのが気持ち的に楽だね。これから着手する人は数年かかるエンドコンテンツだから気長に構えようね。というわけで10点集の素材まとめの動画でした。高評価絶対よろしく。コメントはコミュニティ投稿の方によろしく。今回の動画はここまで。次回へ続く。